皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちは美味しいグルメを食べまくりながら日本一周している夫婦です。今回は仙台を中心に宮城県のグルメを食べてきたのでご紹介します。いやー、東北は本当に美味しいものが多すぎて困りますおね。かげさまでなんだかふっくらした気がします。それではいただきます。いただきます。牛タンからまずはそのまま乾燥。しっかり歯ごたえの黒味がよく効いてる。ご飯は麦飯になってる。上牛タンの方が歯ごたえがさらにコリコリしてる。分厚いの。食べ方としてはハサミで切った後に牛タンそのまま食べて、今度は麦飯の間に特製ネギダレがサンドしてあるから付属のスプーンで牛タンと麦飯ネギダレをすくってお召し上がりください。なるほど。この量でこのあっという間だね。これですね。すごく大切に食べないと。ネギの香りがしっかりして最高。こちらの牛タンでも十分美味しいけど、上牛タンはさらに歯ごたえがある。牛タン食べてるって感じ。でも硬くはない。柔らかい牛タン。元祖牛タンの方が柔らかみがあるって感じかな。スープもしっかり出汁が出てて美味しい。これは書き込んではいけない料理を大事に食べるっていう。マル秘で最後の締めにテールスープを投入する方が増えてます。投入する？俺はしない。テールスープのお肉は柔らかい。お肉みたいな感じ。このつぼ飯はなんでかってまかないから生まれた。超贅沢なまかないだね。しっかりじっくり焼いてあることによって香ばしさがある。牛タンは違う。美味しさがめちゃくちゃうまい。そんなに？もったいないじゃん。ちょっとずつ食べないと。ほんとネギ塩はよく焼肉についてくるネギ塩が間に挟まってるって感じ。お願いします。ごちそうさまでした。こちらの料理は麦飯によってただのご飯よりも牛塩タンの美味しさが倍増するというか、このパラパラ具合もすごく良くて、それがすごく好みでした。他の牛タンも食べたい。駐車場はないのですぐ隣の定型パーキングに停めて必ず駐車券を持ってお店に行くようにお願いいたします。そうすれば無料で食べられます。いただきます。麺は思った
よりも磯麺の柔らか麺、ちょっとビーフの長い版みたいな、まあ、そこまでポロポロしてないけどちょっと柔らかめ、麻婆はそんな辛くなくて食べやすい、でもめっちゃ熱い、あんがこれはペロッと食べられちゃう。なんか麺は焼いたものか揚げたものとするっていう風に書いてたけど、これは揚げてるのか焼いてる感じ。でもパリッととかはしてないね。焼いてんのかな。いっぱい入っててボリュームもあってます。まず麻婆豆腐が美味しい。優しい味で美味しい。なるほど、ビーフンね。わかる。でもそこまでは行き過ぎてない感じ。めちゃくちゃ細いんだよ。そう。でもちゃんと麺ですよ。焼いた麺だね、これは揚げて麻婆がしっかり麺に絡んで美味しい。麻婆の美味しさはお店じゃないと出せないんだけど、確かに。麻婆焼きそばっていうメニュー自体は自分でも作りたいなって思うぐらい。辛くないよね。辛みを抑えてあるね。でも豆腐じゃなくてもいいらしいから。具材がね。ナスとかでもいいのかな。麻婆ナスとかでも。この麺の細さと麻婆の美味しさがすごく好き。手から知ったけど、バナナマンのせっかくグルメと坂上さんの番組にも出てたみたい。卵スープ確かに美味しい。中華だけど、どちらもだけど優しめの味付けにしてくれてるというかさ、濃い中華ってわけじゃなくて、西料理に近い食べ物って感じがして、優しい味わい。ひき肉も大きめでゴロゴロ入ってるから、しっかり麻婆豆腐感も味わえる。木綿豆腐もいいね。これぐらいちっちゃくしてあるけど、朝食べても体に優しい麻婆焼きそばっていう感じ。今ちょっとヘルシーって言いそうになってた。豆腐でお腹も膨れるし。いただきます。じゃあずんだでしょ。ずんだカラーで合わせてきたから、私の服も今日はずんだカラーです。聞いてる？私の服も今日はずんだカラーなんです。あ、本当だ。今日はずんだ餅コーデ。枝豆の粒感もしっかり残ってて。甘すぎないし、ちゃんと枝豆の食感と香りも残しつつ。ずんだ餅って青臭いイメージがあるんだけど、実際どうなの？全然ないから、枝豆の風味もちゃんとあるんだけど、ちょうどいい甘さで、これは美味しい。本当に。次はごまです。すごい。こうお団子も美味しい。餅も美味しい。滑らかで。超滑らか、こっちは。ペースト状の黒ごまの旨味がしっかり出てます。イートインじゃないとこの3食食べできないからさ、もちろんテイクアウトもできるけど、テイクアウトだったらそれ1食ってことになるね。食べ比べして気に入ったのとかを買って帰る方が優しそうな気がします。なんて言ったらいいんだ。これまた難しいな。難しい表現。惜しい。珍しい網に表現。ピーナッツみたいな味を感じたんだけど、すごいくるみの味というより滑らかで甘さもしっかりあって、でも甘すぎなくて全部美味しい。これって漬物がある。やっぱ甘いのだからつけてあるのかな。ぜんざいと同じ。ずんだ一番美味しいと思う。このは俺も食べたんですけど、本当に美味しい。全然青臭くない。ちょうどいい甘さ。お疲れ様でした。めっちゃ美味しかった。ちょっと立体駐車場に移動しましたので、この明るさでお届けしております。ずんだ餅について補足しておきます。こちらは駐車場はございませんので、すぐ近くのコインパーキングを利用してください。はい。自分たちは40分200円っていうので、今回土日
利用しました。結構行列ができるお店だと思うし、店内で食べたい方は席数が4席ぐらいしかないから結構待つと思います。かなり人気なお店なので行列必須かもしれないということで、土日祝はお気をつけください。正直これまではあまりずんだ餅得意じゃないとか、食べたことのある方に聞いたりもしてたんですけど、実際自分たちも道の駅で買って食べたこともあったりして、お団子のやつやうんね、串の。すっごい美味しい感動っていうのはあまりなかったイメージがありました。今回のやつは本当に美味しかったです。美味しかった。二人とも好み的には3位がくるみ、2番目がごま、1位がずんだっていうほどずんだ餅は美味しかったです。ずんだ餅ちょっと3個入り買おうか迷ったぐらいだったんですけど、ちょっと今回はね、食べ過ぎということもありますので我慢しました。ぜひ寄ってみてください。3種類買ってきました。これ知っても暑いんで、まんまばあさんや、じゃから飲みなさい。じいさんや、ありがとう。あっちの今日は、今日はあちなおはぎを食べないと元気が出らん。けけあっちは、どんげしたらええねん。関西弁入ってる。そもそも最初のもちょっとゆるキャンっぽかったよね。確かに。どんげしたらええねんって、宮崎弁と関西弁混じりました。おはぎね、持った瞬間からあったかかったんですよ。どんどん次から次におはぎ並んでいくから、売り切れる心配はよっぽどのことない限りはないかも。大型連休とか、今お盆明けの土日だから、まあお盆期間お盆期間だけど大丈夫だった。10時41分ぐらい、宮城県の秋温泉街の中にあるすごくローカルなスーパーなんだけど、中に入ったらびっくりで、お菓子もだし、お酒もだし、お惣菜もだし、あと果物とか野菜とか全部ある。こういったところって意外とちょっと足りないぐらいあるじゃん。ほんとちっちゃいんですよ。ちっちゃいのにもかかわらず充実しまくってて、お客さんがどんどん入ってくるし、駐車場が第4駐車場まであるという衝撃的なところ。だからここのホテルもいっぱいあって、秋湯温泉街のホテルに泊まった人は、もうコンビニももちろんあるけど、あのスーパーに行ったら間違いないと思う。そのコンビニよりも低価格なお菓子とか買えるし、納豆もあったんだけど、これは秋だったかな。なので今回はごまときな粉とあんこ。あと、りょうくん曰く白あんも受け付けてる。白おはぎも受け付けてますって書いてあった。私はおはぎにうるさいですよ。おはぎ大好き人間で。いつもスーパーに行っておはぎ買いたいって言うとりょうくんに止められるぐらいおはぎが好きです。普通のから俺も食べたいからそれ待ってこう。うわ、たっぷりだな。結構塩気の強い。なるほどね。なんかちょっと乗っけ方がさ、大げさだけどお寿司みたいな。下に包み切ってるとよりかは割と上からドーンって乗せましたっていうぐらいのあんこのボリュームがある。やっぱりおはぎにはお茶ですな。甘さちょうどよくて、粒感がしっかりあるイメージあります。こんな感じ、本当にこんな感じで乗ってるから、上からネタ乗っけてると同じぐらいの。こちらできな粉もいただきます。きな粉はちゃんと包んである。粉が落ちるのでちょっとフェードアウトしました。おたもちみたい。あんな甘さちょうどいい。全然甘すぎない。きな粉うまい。きな粉の方はもうお餅のような滑らかめな中のご飯。全然違う。これがおはぎ。これがきな粉。わかる。すごいすりつぶしてある感じ。めっちり。ここのおはぎはすごくおばあちゃんの手作り感のあるおはぎです。だけどさ、結構俺が今まで食べてきた手作りおはぎ、甘いイメージだったんだけどさ。塩気あるよね。子供の時甘いの大好きで、もうめっちゃおはぎしてたけど、おはぎしてた。
意味がぐらい食べてたけど、大人になってそんな好まない、別に食べなくてもいいなって思ってたんだが、これはうまい。冷たくない方がずっとうまい。今までに本当食べてきた近所のおばあちゃんとかの手作りおはぎとは全然違うイメージです。私たちの地元だからわかんないけど。珍しいんです。りょうくんがこんなおはぎ美味しいっていうの。うん。私はもうまい。う、とりあえずおはぎなのなんでも好きよって感じなんですけど。おはぎといえば運動会ね、小学校の運動会の時おばあちゃんが作ってくれてたのが好きで見てる見てる。でもちょっと自分のおばあちゃんのおはぎはさ、あんこが臭かったイメージがある。わかる？ちょっとナフタリンみたいな匂いがするおはぎだ。言ってる意味わかった。おばあちゃんちの匂いも混ざったおはぎ。わかるわかる。黒ごまおはぎって見たことないんだ、そもそも。うわ、やば。まみれてるね。なんかすごい。卵みたいな。うわー、うまい。きな粉と一緒で、潰した感じのお米。周りの黒ごまのやつめっちゃうまいんだけど、これだけ食べたい。食感ちょっとなんかね、パン粉っぽい感じの食感。うわー、黒ごまうめえ。俺のおすすめです、これは。年民ゼミもまだまだ泣くぐらいの暑さなんです。ちなみに今、車内33度。でも冷たいお茶でだいぶ緩和されて。きな粉もうまいね。うまいでしょ？まぶされてる量がすごい。ごまの、このシャキシャキ感もしっかりあって、うまいね。シャキシャキ感って言えばいいのか。なんかシャキシャキしてるよね。あんまり黒ごまのお団子とか食べたことないよ、私たちは。まあさや。なんだ飲め。なんだよ。じいさん喉詰まらしたら大変だからずっと飲んでおけや。な。きな粉も美味しいし、結局どれも美味しかったな。で俺の一番の好みは黒ごまだったところで、きな粉もめっちゃうまい。私きな粉1位だな。きな粉。で、この王道のおはぎ。王道はぎは絶対買うべき。全部食べ終わりましたが、ずっしりすぎてお腹めっちゃいっぱいです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、これにて宮城県仙台グルメまとめ終了となります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。実はですね、これ以外にもあるお店に行っておりまして、撮影していたんですが、素材を間違って消してしまいました。申し訳ございません。ですか。ということで、サンドイッチマンさんが大絶賛する、両義豆腐屋さんの油揚げ、もうサクふわで揚げたての油揚げを食べられるということで、本当に美味しかったんです。もう感動しすぎて、2人で2枚ずつ食べるぐらい美味しくて、揚げたての油揚げにお醤油と七味をかけてすぐ食べるんですけど、もうこれがもう何とも言えない美味しさで、ぜひ皆さんに食べていただきたい一品でした。このまとめ動画の中以外にも美味しいものたくさん食べまして、美味しい牛タンの焼肉だったりとか、宮城県限定のチーズと鍋を食べたりとか、美味しいお寿司も食べております。旅中の動画の中でも美味しいグルメを紹介しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。県限定チーズ入りの土鍋天下一ラムです。このこってりスープにチーズが濃厚さをアップさせて、ちょっと洋風な天一ラーメン、めっちゃ好きです。うまい。ボーノですか？そう